本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は新型 iPad Pro の買い方、選び方をですね、ご紹介したいと思います。まずはですね、今回は新型 iPad Pro 2021、これ購入の際のね、注意点っていうね、7つほど、まずはご紹介してですね、その後に iPad Pro の、買い方、選び方、っていうのをですね、モデル別ですね。なので11インチがやっぱおすすめな人だったりですね、12.9 インチ、それぞれこういった方がね、おすすめなんじゃないかということを、お話をしたいと思います。で、こちらのチャンネルではですね、Apple 製品をはじめとするリーク情報だったりですね、賢い買い方とかガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、チャンネル登録ね、ぜひしていただいて最新情報を受け取ってもらえればと思います。はい。で、またいつもご覧になってる方のまだまだ 10% ほどぐらいですかね、しかまだまだ、チャンネル登録されてないということなので、いつも見てるんだけど、まだ登録してなかったみたいな方はね、ぜひ登録していただけると嬉しいです。あと通知ベルもオンにすると最新情報がね、届きやすくなりますので、こちらはまだ登録者の9%、10% ほどですかね。ぜひこれ通知ベルオンにして最新情報を受け取ってもらえればと思います。で、Twitter もですね、日々こちらも、YouTube で話してないこととか、もうタイムリーにね、情報とか更新してますので、気になる方、さらにね、こちらフォローもお願いいたします。ということで、まずはね、新型 iPad Pro 2021年モデル、こちら購入の際の注意点ですね。こう7つほど、意外と、気づかないところとかね、ここら辺おさらいしていきたいと思います。まずね、注意点一つ目としてはですね、新しいミニ LED のこちら綺麗な画面がですね、11インチでも使えるんじゃないかと思って、購入することですね。一応今回の目玉のこの進化点というのがですね、リキッドレティナ XDR ディスプレイというものの搭載、なんですよね。簡単に言うとですね、非常に細かい描写とかまで綺麗に見えてですね、画面の最大の明るさ、最大輝度とか言うんですけども、こちらが最大1600ニットまで、あるので、例えばその太陽の下とかで、明るい環境で見ても画面がね、しっかり見えたりするわけですね。以前はその普通の LED がだいたい72個ぐらいだったんですけども、それがほんと1万個、小さい LED が1万個集まってるので、非常にやっぱ綺麗にね、細かく表現できるということですね。ただこのリキッドレティナ XDR ディスプレイが搭載されているのは、12.9 インチのモデルのみとなっておりますので、11インチには搭載されてないので、こちらちょっとご注意くださいということですね。なので価格もね、税込みで129,800円からと、12.9 インチはですね、以前のモデルよりもだいたい15,000円ぐらいね、値上がりしておりますので、値上がりしてますが、かなりでも画面としてはね、いいものが載ってるということですね。これでね、Apple が出しているプロ向けのプロディスプレイ XDR っていうね、画面だけで60万円ぐらいするね、ディスプレイがあるんですけども、スタンドもね、別売りで11万ぐらい、売られてるというね、もう貴族のためのディスプレイか、みたいなね、やつがあるんですけども、それと要するに同じようなね、性能で、同じものがですね、12.9 インチのこの薄い iPad Pro にも、載っているんですよね。はい。なので持ち歩けるそのプロディスプレイ XDR なので、デザインとか、例えば画像編集とかはもちろんですね、映画とか本当動画にね、こだわってみたいなっていう人には、これ非常にね、いいんじゃないかと思います。で、注意点二つ目なんですけども、これミニ LED ディスプレイの過度な期待ですね。はい。先ほどミニ LED 搭載ね、リキッドレティナ XDR ディスプレイ。この凄さってね、お話ししたと思うんですけども、この画面をね、最大限活用するには、ちょっと条件があるんですよ、実は。で、さっき言った最大輝度っていうのが1600ニットっていうね、明るさになるにはですね、この HDR っていうものに対応したコンテンツですね。その時だけなんですよね。はい。よく見てみると。なので、例えば普段使っているときは液晶ディスプレイの11インチと同じ600ニットっていう明るさなんですよね。ただ本当にそのディスプレイとしては画質は綺麗なんじゃないかと思いますね。はい。ちなみにこの HDR っていうのはハイダイナミックレンジというものの略でですね、要するに明るさの表現の幅が広いので、やっぱ暗いとことか明るいとことかまで綺麗に見えるっていうものなんですけども、例えばその Netflix で HDR に対応したコンテンツでね、ちょっとざっと見てみた感じですね。40タイトルほどですかね。はい。この検索マークのところに HDR と打ち込むと出てくるんで、もし Netflix 契約してる方とかね、見てもらいたいんですけども、基本やっぱりね、Netflix のオリジナル作品のみっていう感じですね。はい。で、それに加えてですね、例えば Netflix で HDR ね、コンテンツ見るには、この一番高いですね、プラン、月額1980円のプレミアムプランでないと見れないので、見れないんですよね。はい。こだわりたい人はこれは結構いいんじゃないかなと思います。はい。
で、またやっぱ12.9 インチと10インチでね、大きさっていうのも結構ね、画面も違ったり、ね、重さとかも結構違うので、まあ、例えば持ち運び重視で、まあ、HDR のコンテンツとかそんな気にしないよっていう方はですね、まあ、35,000円ほど安いですね、11インチで、いいんじゃないかなと思いますね。で、注意点、3つ目ですね、メモリ 16GB への、過度な期待ですね。で、今回の iPad Pro はメモリがね、もともと 6GB だったんですけども、それから、最大で 16GB までなりましたと。はい。まあ、少しちょっと過剰な広告ね、感じもするんですが、まあ、個人的にはそんな必要ないんじゃないかなと思っております。もしまあ、じゃあメモリ 16GB にしようとすればですね、これ 1TB とか 2TB のモデルを選ぶ必要があるんですけども、まあ、なんで少なくとも、例えば11インチとかであれば、178,800円とかですね、からとなかなか高額っていうのもありますし、12.9 インチになるともう20万円をもう超えてくるっていうことを意味するんですね。16GB にしようとすると。で、また iPad Pro の2020年モデルが、まあ、もともと 6GB のメモリで、あったので、Apple Store にあるアプリもね、まあ、基本的にはその 6GB のメモリに最適化されて、作られてるわけですね。まあ、なんで基本的にはほとんどのアプリも、まあ、最適化されてるので、まあ、基本的にそのほとんどのアプリってね、きちんと、動いてたんですよ。まあ、なので、まあ、一応 8GB のメモリに関しては進化なのかなっていう、まあ、多少増えたんで、まあ、思うんですが、まあ、16GB はですね、まあ、完全にちょっとオーバースペックかなっていう感じはしますね。まあ、なので、まあ、現実的には、もうほとんどの方は、そのメモリ 16GB っていうのは必要ないんじゃないかと思いますね。まあ、ただ、ここに関してはもう Apple もね、もう重々承知だと思いますので、まあ、今後やっぱ噂されてるですね、プロ向けのアプリですね、まあ、Final Cut Pro とか Logic Pro とか、まあ、Xcode とか含めてですね、まあ、そこら辺が対応するんじゃないかと iPad に、と噂されてます。なんで、あるとすれば、6月に開催が決定されている、まあ、WWDC ですね。まあ、そこであるんじゃないかと。はい。まあ、一応こちらの動画もね、ちょっと参考に、していただければと思います。まあ、それに対応になってくると、メモリの 16GB が生きてくるっていうね、ことなので、まあ、そこまで待つのもありなのかなと思っておりますと。はい。で、注意点4つ目としては、これ容量ですね。この選び方。についてなんですけども、まあ、例えば iPad Pro の一番安い、ベースモデルに関しては 128GB からになってるんですけども、まあ、例えばたくさんゲームとかですね、まあ、ちょっとまあプロ向けのアプリとか、まあ、動画とかをダウンロードするとか、であればですね、やっぱ 128GB じゃちょっと足りないかなっていうところで、まあ、おすすめとしては、まあ、できれば 256GB 以上がいいかなというところですね。はい。まあ、ただネットサーフィンとか本当 YouTube 見るだけとか、本当もう軽いメールとかね、SNS だけとかでしたら 128GB で全然いけると思いますね。いけると思うんですけども、まあ、例えばじゃあ3、4年とか長くね、使おうかなっていう方だったりですね、方であれば、やっぱり 256GB 以上が、やっぱデータとかどんどん溜まってくるので、まあ、おすすめかなと思います。はい。で、また、まあ、パソコンからは本当完全な切り替えですね。まあ、iPad Pro 本当パソコンみたいな感じで使おうかなっていうのであれば、まあ、できれば 512GB 欲しいかなと思っておりますと。はい。まあ、特にやっぱ動画編集とか画像編集とか、そういったまあ仕事で使うような方ですね。はこれぐらい欲しいかなと思います。はい。まあ、あとはやっぱその iPhone のね、自分の容量とかどれぐらい使ってるのかなとか、まあ、そこら辺を基準に見てみるのもいいんじゃないかなと思いますね。注意点5つ目としてはね、5G モデル搭載の購入ですね。まあ本当に例えばその 5G を待ってたとかですね、iPad Pro 単体で、やっぱ通信が非常に必要だという方ですね。まあ本当にそういった必要な場合を除いてはですね、基本的には Wi-Fi モデルでいいんじゃないかなと、まあ個人的には思ってます。はい。まあもちろんまだまだね、その 5G が普及してないというか使えるエリアが少ないというのもあるんですけども、5G 対応の影響でですね、セルラーモデルというのは結構値上がりしてるんですよね。まあ一番安いこの11インチの 128GB のセルラーモデルで、まあ112,800円、112,800円なんですよね。要するにセルラーにやっぱするだけで、まあ2万円近く上がると。高くなるっていうことなので、まあなのでやっぱその分で例えば容量をさっき言った 256GB にしたりですね、あとまあ Apple Pencil とか、まあそういったまあ USB ハブとか周辺機器に使った方が、まあ費用対効果は高いんじゃないかなと、僕は思います。まあ、またやっぱ最近フリー Wi-Fi とかも結構ね、カフェとかで使えたりするんで、一応まあ iPad Pro もね、Wi-Fi 6という一番まあ最新のものに対応しているので、まあ高速につながるっていうこともありますし、あとまあ iPhone 12ね、5G に対応したので、まあ普通にその iPhone とかでまあテザリングしてつなげるのもね、使えば、もし外出先で使うなら、テザリングで十分かなって思いますと。まあとはいえやっぱ 5G iPad Pro でね、やっぱそのまま使えるのはですね、まあ、例えばそのライブ配信とかね、まあ外でそのオンライン会議したりとか、そういった必要としている方に非常に嬉しいと思いますので、ただまあ現実に必要な人は少ないかなっていうところと、やっぱ価格ですね。もう費用対効果考えると、ちょっと高いかなっていう感じはします。
はい。で、注意点、6つ目としてはですね、まあ、現行のそのマジックキーボードが、新型のその 12.9 インチでは使えないというね、ことですね。で、以前のね、これ動画でも話してね、コメントも結構いただいたんですけども、意外と知らなかったってことで、まあ、現行のですね、今2020年に発売されたマジックキーボード、黒色のやつですね。はですね、新型の今年の 12.9 インチの iPad Pro では、互換性がない。まあ、つまり使えないっていうことですね。はい。まあ、完全にどうやらなんか使えないっていうわけではないんですけども、まあ、どうやら新型のこの iPad Pro っていうのは 12.9 インチの方はですね、ミニ LED が、搭載された、影響でですね、厚みが、増えてるんですよね。ちょっと厚くなってるんです。ということで、ケースがね、なんかちゃんと閉まらないんじゃないかっていうね。ちゃんと閉まらないらしいんですよね、これ。はい。まあ、なので基本的には、なんで新たに、まあ、4万円ぐらい出して、12.9 インチのモデルに関しては購入する必要があるということで、これ注意が必要かなと思いますね。はい。まあ、白色はね、新色で非常に魅力的なんですけども、結構やっぱね、4万円の出費がプラスでかかるのはね、ちょっと高いかなっていう気がしますね。はい。まあ、なんでね、まあ、2020年に買ったマジックキーボードをね、使おうかなっていう思ってる方はちょっと注意が必要かなって思います。はい。で、注意点最後、7つ目はですね、12.9 インチで、例えばそのマジックキーボードも一緒に使う。入れるとですね、MacBook Air より重くて高いっていうね、ところですね。はい。まあこれは本当もう僕が 12.9 インチを買わなかった理由の非常に大きな一つではあるんですけども、M1 チップ搭載のね、MacBook Air っていうのが僕今、使ってるんですけども、まあレビューもしてるのでよかったらね、動画も見ていただきたいんですが、こちらの重さがですね、1.29 キロなんですね。まあ大体 1.3 キロぐらい。で、12.9 インチの iPad Pro の本体が、まあ、680g ぐらいですね。82g で、マジックキーボードが 700g なんですよ。ということは、だいたい MacBook のように、まあ、使うっていうね、ことを考えると、この iPad Pro 本体とマジックキーボードを入れると、まあ、だいたい 1.4kg っていうことで、結構重いですね。はい。で、iPad Pro 12.9 インチが、方が重いのに、しかも画面もちょっとちっちゃいんですよね。MacBook Air は 13.3 インチなんで。そして、まあ画面がまあもちろんね、iPad Pro の方がまあ品質はいいとはいえ、まあ価格とかもですね、マジックキーボード入れて、まあ容量とかも大体ちょっと増やすと、まあ、20万ぐらいね、すぐいっちゃうんですよね、これ。まあそれに比べて M1MacBook Air はですね、だったらもう 256GB で、もちろんまあキーボードもついてるので、まあそれで11万ぐらいで買えちゃうんですよね。まあ、なんで M1MacBook で、まあ、例えばメモリ 16GB にして、まあ、1TB のストレージですね。まあ、僕このモデル使ってるんですけども、まあ、それでも大体税込みで19万円ぐらい、なんですよね。まあ、そう考えるとやっぱコストパフォーマンスって意味では M1MacBook Air 結構やっぱ最強なんじゃないかなと、思いますね。はい。まあ、ここはやっぱ自分のその必要なことによって、まあ、分ければいいんじゃないかなとは思うんですけども、はい。ということで、注意点7つの方をですね、お話ししてまいりましたので、最後、この iPad Pro の買い方のね、ガイド。どうやって選ぶのかっていうのについてちょっとお話ししたいと思います。はい。で、主には、その11インチがおすすめの人か、12.9 インチおすすめの人っていうのをね、解説したいと思います。はい。で、まずね、11インチ、iPad Pro 11インチがね、おすすめの人ですね。まあ、基本的にはやっぱカジュアルに使うユーザーの方ですね。まあ、こっちはやっぱね、軽く使う人は11インチで全然いいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、例えばその普通にネットサーフィンしたりとかね、YouTube 動画見たりとか、まあ、ゲームしたりとかですね。はい。まあ、もちろんPS5 とか PS4 とかね、Xbox とかのコントローラーつなげて、まあ、ゲームもできますし、まあ、画面もやっぱ十分ね、まあ、綺麗ではあるので、まあ、例えばたまにちょっと画像編集とかね、お絵描きとか、まあ、ちょっとプロ向けアプリ、使ったりとか、でまあ、やっぱそういったやっぱ信頼できるタブレットがね、普通に使えるタブレットが欲しいみたいな、まあカジュアルユーザーの方はですね、まあこの11インチがね、非常におすすめなんじゃないかと思いますね。はい。できれば、まあさっき言ったように 256GB ぐらいね、ストレージあればいいんじゃないかと思います。で、メモリはやっぱ 8GB 十分かなっていう感じで、16GB もね、まあ無理に 1TB のモデルを買う必要はないかなと。まあこれで十分やっぱ Apple Pencil でメモ取ったりとか、まあお絵かきもできますし、はい。まあ 12.9 インチのね、ミニ LED の画面は必要ないでしょう。はい。で、さらにこの11インチをまあパソコンのように使いたいのであればですね、マジックキーボードっていうのは非常にね、いいんじゃないかと思いますね。はい。まあ、特にやっぱ持ち運びの面で MacBook よりもやっぱ、軽くてですね、まあ、携帯性に優れてたりしますので、まあ、例えば会社員の方とかね、最近多く見られますけど、カフェで作業したりとか、まあ、学生の方が、まあ、その授業でノート取ったりとか、まあ、レポートとかね、資料作成したりするにはね、これなかなかいいんじゃないかなと思います。はい。で、やっぱり充電しながら、USB のね、
C のポートっていうのもね、これ開いてるので、まあデータとかね、ファイルの転送とか、マジックキーボードで行えたりしますし、はい。あとUSB ハブとか買えばね、いろいろ拡張とかもできますんで、まあなんで僕も一応 iPad Pro 11インチ、まあ僕は 128GB にしたんですけど、まあどこまでそれね、使えるのかっていうのが見たかったんで、はい。あとまあマジックキーボードね、白色を購入しましたので、はい。まあこちらももちろんしっかりレビューいたしますので、気になる方はぜひね、見逃さないようにですね、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。続いて最後 12.9 インチモデルがね、こちらおすすめの方ですね。まあ例えば仕事とかですね、まあプロレベルで本当もう動画編集とか、まあプログラミングだったりですね、まあ音楽制作とか、まあ写真編集とか、する方は非常にいいんじゃないかなと。12.9 インチおすすめかと思いますね。で、おそらくやっぱ今後期待されるプロ向けのアプリですね。ファイナルカットプロ、ロジックプロとか、まあ Mac でしかね、今使えないんですけども、Adobe とかね、やっぱそこら辺の Photoshop とか、ね、Lightroom とかいろいろそこら辺のアプリをよく使うとかであれば、やっぱ 16GB のメモリとか、まあ生きてくると思いますので、まあ 1TB にするのも、まあありなんじゃないかなと思います。あとやっぱまあ、そのミニ LED 搭載っていうのも、まあ画像とかやっぱ写真とかね、まあ動画編集するときって、本当にやっぱ画質っていうのがね、非常に重要になってくると思うので、まあいいと思いますし、まあできるだけやっぱ普通に映画とかね、やっぱ高品質で、ね、HDR とか 4K とか、まあそういったものをですね、大画面でやっぱ見たいかなっていう方も一緒におすすめなんじゃないかと思いますね。まあやっぱりその60万円ぐらいするですね、まあさっき言った Pro XDR ディスプレイと同じまあ品質のものがですね、この薄い iPad Pro にね、載ってるので、これは非常にいいですよね。はい。ということでね、12.9 インチおすすめでございます。そういった方。はい。ということで、こちらの動画少しでもね、iPad 購入に役に立ったなと思った方はですね、ぜひ高評価だったりで、チャンネル登録、通知ベルもね、ぜひ押してもらえればと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。